皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、至急食料備蓄をした方が良い理由をお伝えしたく動画を作成しました。日本で起きていること、世界で起きていることの情報を組み立てていくと恐ろしい状況の絵が出来上がってきてしまうのです。巷では電気代、ガス代高騰で悲鳴が聞こえてきますが、これも本格的な値上げは5月請求分からとなります。よってまだ序の口ということです。そのような混乱が表面上に出ていて非常にわかりやすいのですが、とんでもない請求書が届かないと多くの人は気がつかないかもしれませんが、水面下では着々と X デーというか普通に食事ができなくなる日が近づいています。台湾有事という言葉もすっかりおなじみになりましたが、台湾有事が起きたら日本人の半数が餓死するという説があり、信憑性が高いのです。当然まさかと思うことでしょう。今回はいかに現在の日本が危険な状態にあるかの情報をシェアしたいと思います。この動画を最後まで見ることで最悪の時に備えてのマインド設定がわかると思いますので、最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今現在泥沼になっているウクライナ・ロシア紛争についても、ロシアが侵攻する直前まで国民は普通に朝起きて仕事に出かけてという日常生活が営まれていたわけです。それが一瞬にして地獄絵図となりました。こうしていつも平和というのは一瞬で失われるのです。ただ、何もないところに急に紛争が起きたわけではないですよね。当然水面下ではずっと何かが動いていたはずです。2014年のクリミア危機が起きた背景にも様々な政治、経済の動きがあって起きるべくして起きたわけです。それらは予言というよりも様々な情報から組み立てられた予想であって見事に実現してしまいました。今日本においても同じ理屈で緊張度が高まっているということです。日本は戦後のアメリカによる統治によってかなり弱体化されてきました。経済的には世界有数の経済大国となりましたが、あらゆる面において弱体化されてきました。文化をはじめとして言語、医療、農業、食など多方面にわたって仕掛けられてきたことが今一気に爆発しそうな気配を感じます。今回は食料安全保障について取り上げることにします。というか他の医療や食の分野について語るときにこのプラットフォーム上では触れられないタブーがいっぱいあります。大体が人の誹謗中傷などの人権を侵害するわけでもないのに、ある分野について語ることができないというのは異常事態ですし、裏を返せば真実ということなのかもしれません。話を戻しますと、今現在日本を取り巻く環境はいつ戦争になるか分かりません。そして日本から遠く離れたヨーロッパでも紛争が起きていますよね。パキスタンや他の国でも大暴動が起きています。アメリカの議会も大荒れですし、南米でも色々と起きています。これ、全部つながっているのです。戦争になると戦略上何を考えるかというと食料確保です。もちろん兵器、弾薬も備えることでしょう。歴史上、食料確保なしで戦争をした国はありません。これは誰も否定できないことです。では、現代において食料確保を狂ったようにしている国はどこでしょうか。そう、中国です。世界の備蓄量の半分も買い占めています。それは人口が多いし非常時のためのものではないか、と思われるかもしれません。とんでもないです。あの国が国民の幸せのために何かやることはありません。なんでそんなこと言い切れるのか。常に中国ウォッチしているからわかるのです。これ以上話すとテーマがずれますのでやめておきますが、中国はこの数年ものすごい勢いで食料備蓄をしています。一方で台湾を攻めるとも明言しています。これほどはっきりしたことはないでしょう。それでもまだ戦争は起きないと思うのでしょうか。戦争は起こらないと思っても良いです。でも何でもそうですが、万が一の可能性があるのなら準備はしておきますよね。天気が怪しい時は傘を持って行ったら良いわけです。難しい話ではありません。これが一つの話。そして台湾有事が起きたらありとあらゆる物資が日本に入ってきにくくなります。当然です。輸出する方も船や飛行機を出す方も怖くて近づけません。戦争というのは制空権を取る、制海権を取る戦いです。そこに敵国の物資が積まれた船、飛行機があれば撃ち落としますよね。敵国とは相手から見た日本のことです。日本人はかなり平和ボケしていますから知らないかもしれませんが、彼らは日本を敵国と思っています。というか信じ込まされています。幼少の頃から反日教育を受けているからです。
その結果が安倍首相が凶弾に倒れた時、花火が打ち上げ祝ったそうですが、そういう行動を起こしてしまうところがかなり危険だと思いませんでしょうか。自分に置き換えたらどんな相手であれ他人の不幸を祝ったりする気持ちになれません。全員とは言いませんが一定数こういう価値観の人がいるのが現実です。そういう教育をしているから当然です。次に日本国内の危険因子です。これは何といっても食料自給率がかなり低いということではないでしょうか。世界情勢によっては日本は一気に食糧難に陥る可能性が高いのです。日本が戦争を開始するという可能性は限りなくゼロに近いのでしょうが、戦争をいつ起こしてもおかしくない国が隣国にあるということで備えなければならないと思うわけです。日本の自給力の低さは間違いなく政策のミスで起きています。日本の農林水産省のホームページには細かな資料、データが出ていますが、まずは日本政府が準備する米の備蓄量はといいますと、約100万トンです。ざっくり毎年20万トンずつを5年かけてローリングストックをしているという感じです。では、日本人が1年で消費する米の量はというと、直近で約800万トンです。政府の備蓄量は100万トンですから2ヶ月持たない量となります。しかも、最悪の場合輸入ができない、もしくは瓶が激減した場合小麦などの入手が困難になると、普段米離れが進んでいた世代が米を食べるしかなくなるでしょう。すると、政府の備蓄米は想定以上な速さでなくなることになると思います。このように考えると、政府が何とかしてくれると考えている人は飢えと直面することになると思います。そういったことを理解した上での食料備蓄をしないという選択は自由だと思いますが、有事の際にはそういう人ほど人に食料を分けてほしいとお願いすることになるのではないでしょうか。そんな状況になったことがないので分かりませんが、こういうことは映画などを参考にするといいかもしれません。映画というのは数億円という予算をかけてストーリーを作り上げるわけですが、戦争などになったり自然災害に陥った時に人はどのような行動をするのかということを歴史から調べ上げた上で制作されます。当然ですよね。だからパニック映画などを見ると参考になると思います。私などは結構映画から極限状態の人の行動を知ることをしています。さらに政府からの支給を受けようとした場合、物流などのインフラが正常に動いていた場合という条件もつきます。というのは、日本のように資源がなくほとんどを輸入に頼っている国は、電気、ガス、ガソリン、軽油などのエネルギーも手に入らなくなりますよね。何が先に起きてどうなるかは全く分かりませんが、直近のアメリカの状況を見ると、トラック燃料が枯渇して国土が広いですから、食料の流通が止まった地域が発生し、当然スーパーに行っても何も売っていないということが起きたそうです。もちろん現在は解消されていますが、そこで思うのは、政府の備蓄米の支給を受ける場合どのようにもらうのでしょうか。間違いなく大混乱を極めますね。かつて日本には戦前から配給制度というものがあり、配給通帳なるものがあったそうです。戦後の食料不足からほとんどの人が飢えと直面しながらも生きながらえることができたのは配給制度のおかげだったといいます。ところが現在配給通帳などありませんよね。お薬手帳はありますが、そんなものは必要ないという意見も聞こえてきそうですが、食料危機になった時に市場原理に任せていたら食料品はとんでもなく高値になります。新型コロナウイルスが流行時にマスクの価格がどれだけ上がったことかまだ記憶に新しいと思います。もし食料危機でそうなった場合何が起きると思いますでしょうか。当然価格は異常なほど上がります。ということは経済的に優位に立っているものはどんなに高くても買えるでしょうが、そうでないものは飢えることになります。だから戦前戦後の政府が言っていた配給制度はそれなりの効果はあったと言えると思います。今日本が置かれている状況を考えると台湾有事が起きた時にはあっという間に今まで述べてきたことが起きます。そしてそういった状況がどのくらいの期間続くのか、そればかりは誰も分かりません。ウクライナで起きていることも数日で終わると言っていたのに、もう1年になりますしまだ長引きそうです。戦争というのはかなりの割合でグローバリストたちの利益のために起きています。今もウクライナ・ロシアとの紛争を解決しようなどという話は出てきません。追加支援の話ばかりです。我々一般人の発想では早く休戦すればいいのにと思うのでしょうが、政府を操っているような人たちからすると終わってほしくないから終わらないのです。とんでもない話ですが、こうしている間にも前線では将来有望な若者の多くが命を落としています。彼らの利益のためにです。これが現実であり受け止めなくてはならないことであると思います。
いかがだったでしょうか。今回の話では現在の日本が置かれている状況がいかに危険かということをお伝えしたく動画を作成しました。そして食料備蓄は急いだ方が良いということです。今後の値上げは激しくなるばかりで、もはや今が最安値ということを肝に銘じておかなくてはなりません。経済的余裕がある人は耐えられますが、毎月必死でやりくりしている方は特に今という時間を大切にする必要があります。最悪の場合、お金があっても買えない状態がやってきます。それが今回の話であり、そういう状況は案外あっさりとやってくると思っています。それは実際起きている国があるからです。世界のほとんどが平和を望んでいるにもかかわらず、揉めてしまうことで戦争が起きているというわけではなく、そもそも平和など望まない人たちがいるという認識は持たないと身を守ることができないと思います。自分たちは戦火が及ばない安全なところにいて、何世代にわたっても使い切れない富を持っているのにもかかわらず、まだ利益を貪る人たちがいる。悲しいことでもあり信じられないことでもありますが、現実的に物事を考えるようにしていくことをお勧めいたします。お伝えしたいことは山ほどあり、日本の農業、特に米作についてもっと話がしたかったのですが、またの機会にします。経済的余裕がない人のための備蓄作戦を練った動画も作成していますので、概要欄にリンクを貼っておきますからぜひご覧ください。また、電気代、ガス代高騰に対しての動画も作成していますが、これらは有事の際も見据えた対策を考えて紹介していますのでぜひご覧ください。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。